はじめましての方もこんばんは。ルミティアの再販予約に失敗して眠れない男ゆちです。皆さんはルミティア買えましたか？僕は再販待機していたのですが、画面が動かないままいつの間にか売り切れになっていました。どういうことだってばよ。このように、このチャンネルでは僕のアホな日常を語る動画ではなく、ガンプラや美少女プラモを中心に改造や全塗装を行っていくチャンネルです。よかったらチャンネル登録よろしくな。さて、今回の動画は HG00 ライザーを女神デバイスの一条彩香英春とミキシングしていく動画です。ちなみに、この動画は後編にあたります。動画概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに今手元にいる僕の00ガンダムはこんな感じ。両手両足もぎ取っちゃいましたからね。これじゃリボンズとは戦えねえ。なのでしっかり一条彩香を革新者に改造していこうと思います。では早速改造の方行ってみましょう。では行こう。まずは肩から見ていきましょう。首は接着していないので少し肩をずらせば取り外すことができます。取り外した部分には別売で売っているトップセットを一条彩香の余剰パーツと組み合わせて新しい首を作ります。背中には小さく切った 2mm のプラ板を貼り付け、そこに 2mm の穴を開け 2mm のプラ棒を差し込んでいきます。00のバックパックは付けやすくするために装甲を一部カットします。そしたらこのバックパックに 2mm の穴を開け、先ほど作った背中パーツに接着。さらに装甲下部に 3mm のプラ棒を増設します。あとはこのまま元の素材に差し込むだけ。3mm のジョイントとさらに接着剤で固定したりもしてるので強度はバッチシなはずです。次に GN ドライブを取り付けるアームの縮小です。右のようにパーツを縮小し GN ドライブの位置を整えていきます。そのためにアームは一度根元でバッツリ切り、中が空洞になっているので棒ヤスリで内面を整えます。そこに少し大きさを整えた先端を挟み込むように接着すれば強度は完璧なはずです。これは乾いてなかったせいです。乾けばね、完璧ですよ。次に高さはちょうど良くなったのですが横幅が微妙なので、さらに先端の受け皿の部分を一度切り落とし 5mm ほど内側にずらします。ですがこのままだとさすがに強度がまずいので 1mm のプラ板を背面に貼り付けます。その後余分な部分はカットしておきます。ここまでやればもう完成と思いきや、まだ少し横の位置が微妙なので今度は装甲の接続部分をずらします。既存の接続ジョイントを切り落とし新しく 3mm の穴を開けプラ棒を差し込み接着します。だいぶ手間はかかりましたが、これでツインドライブとバックパックの取り付け完成。できたツインドライブがこんな感じ。プロポーションはいい感じ。これなら安定領域までいけそうです。次に V 字アンテナを作ります。まず 1mm のプラ板から大雑把に4枚の形を切り出します。その後ミスターセメントで4枚を貼り合わせ、ヤスリやプラノコを使って形を整えます。いい感じになってきたら接着した部分の真ん中で真っ二つにし、見本を見ながらアンテナを接着します。よく乾燥させたら見本をよく観察し、デザインナイフやヤスリなどで先端を尖らせていきます。そしたら次に中央には一条彩香で使わなくなった膝パーツを接着します。そして根元には溝を作り、先ほど作った V 字アンテナと同じ要領で作った2つのアンテナを取り付けていきます。できた V 字アンテナがこんな感じです。いい感じに仕上がってきましたね。そしてこいつをさらに頭部に取り付けられるようにします。裏面に 1mm のプラ板を取り付け、一条彩香の余剰パーツの前髪にプラ板がはまるくらいの溝を作ります。そして取り付けるとこんな感じ。やはり一回り大きいアンテナを作った方が収まりがいいですね。よーし、それでは次に武器を見ていきましょう。まず一条彩香のクソデカランチャーランスはでかい拳を取り除き、代わりに根元に玉物前で余っていたグリップを取り付けます。これで片手で持てる。次にビームサーベルをマウントできる武器ラックを作ります。00ガンダムの両サイドの腰パーツを付けているジョイントパーツが使えそうなので、この2つを切り取り貼り合わせます。これにビームサーベルを取り付け縦の裏にマウントできるようにします。
ちなみに付け根はボールジョイントになっているので、このように柔軟に動かすことができます。さらにこのようなジョイントパーツを賜物前の余剰パーツで作り、ランスの間に取り付けられるようにします。そしてジョイントの上の部分にはオーライザーをドッキングし、下のグリップのジョイントパーツを活かし縦をジョイントする。そしてビームサーベルもマウントすれば一条彩香専用のダブルオーライザーの完成。さあこれで大まかな改造は終わり。一度全体を見てみましょう。いかがでしょうか。いい感じになったんではないでしょうか。このプロポーションなら人類を導く革新者になれそうだ。細かい下処理などは今日はカット。前編でやっているのでぜひチェックしてみてください。さてこの2機を一度分解し、細かい塵やゴミを一度洗い流します。そしてよく乾燥させたら塗装いきますよ。まずはガイアマルチプライマーを全体に塗ります。これにより塗装の食いつきを良くさせます。そして次にサーフェイサーエボで装甲パーツを灰色に染め上げます。そういえば皆さんは普通の 00 以外ではどの 00 が好きですか？外伝作品などで色々な 00 がいるわけじゃないですか。ちなみに僕は00ダイバーエースが好きです。そしたら次にピュアホワイトとアイスコバルトブルーを調色して白パーツを塗ります。次にファレフォのウルトラマリンブルーを使って青の装甲パーツを塗ります。そしたら次にアイスコバルトブルー、ウルトラマリンブルー、ローズディープレッド、そして少しピュアブラックを入れて首元のインナー部分を塗ります。頭の黄色部分にはコーラルオレンジ、マイルドオレンジを混ぜて黄色に塗り上げます。アンテナの赤パーツなどにはアイスコバルトブルー、ローズディープレッド、クリムゾンレッドを混ぜて赤色に染め上げます。フレームパーツにはサーフェイサーガンメタルを一度吹きます。そして GX メタルブラックをその上から塗ります。一部武器パーツは GX ラフシルバー、GX メタルブラックを混ぜて塗り分けます。GN ソード2についているクリアパーツには蛍光ブルーグリーンを塗ります。ビームサーベルなどにはダイヤモンドシルバーを塗ります。そして今回作った前髪もちゃんと塗ります。下地にはサーフェイサーパステルピンクを使い、その上からクリムゾンレッド、マザーパープル、ピュアホワイトを混ぜたものを塗ります。そしてさらにグラデーション塗装をするので一度トップコートを拭いてよく乾燥させたら少し暗めの色を塗り、その後メラミンスポンジで塗りすぎてしまったところなどをこすり取って陰影をはっきりさせます。メラミンスポンジでこすったらこんな感じ。さてこれで大体のエアブラシによる塗装は終了。次に筆などによる部分塗装。まずはファレフォのナイトブルーを使ってスーツなどにあるこのラインを塗っていきます。次にメタリックグレードブラックを混ぜてエアブラシでは塗りづらかった先端のランチャー部分を塗っていきます。そして再び登場、ファレフォのウルトラマリンブルー。面倒ですが今回も縦を塗り分けしていきます。下地はラッカー系塗料なのでもしはみ出してしまった時水で拭き取っても問題ありません。なのでガツガツ塗っていきます。ある程度塗るとこんな感じ。ここにさらに墨入れブラックを入れて形をくっきりさせ仕上げていきます。この時ついでに他のパーツも墨入れしていきます。この塗料はエナメル系なのではみ出してしまった部分はエナメル薄め液で拭き取ってあげましょう。
続いてデカール。デカールは余っている女神デバイスのデカールや市販で売っているブルーのデカール、エクシアのデカールなどを活かして貼り合わせていきます。そしたら最後にトップコートではなく、隠し味にこのスプーキーレッドを全体に塗ります。これによりブラックライトを当てた時、トランザムをしているようになるんですよ。ブラックライトを当てるとこんな感じ。どうだい？思わずトランザムしたくなっちゃうでしょう。そして今度こそ最後にトップコート。艶消しとクリアをハーフに混ぜたものを全体に塗ります。これで全ての作業は終了。あとは組み立てれば完成。一条綾香。ツインドライバーまだ調整中だ。いいか？トランザムは使うなよ。いいな。絶対にトランいかがだったでしょうか？今回の00ガンダムと一条綾香のミキシング。僕はこの00ガンダムを通してまた色々と技術を試させてもらいました。その中の一つ、磁石工作。撮影では全くお見せしませんでしたが、胸部にこのように後付けで取り付けるようになっております。プロポーションは良さそうだったんですよ。ですが、一つ問題があり、一条綾香の髪の毛とこの胸部走行がどうしても干渉を避けることができなくて、ポージングの邪魔になったのでボツにしました。磁石工作はまたどこかでチャレンジしたいものです。今回のこのミキシング動画も楽しかったよって思った方は、熱い高評価とグッドボタン、チャンネル登録よろしくな。そうだ、俺たちは変わる。これからもプラモと一緒に未来を作るために変わり続けるんだ。まただ。